迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリングによる心霊病治療の30年。カール・オーガスト・ウィックランド著、近藤和夫訳。第3節。霊媒による患者救済のメカニズム。霊媒である私の妻は、よほどスピリットがコントロールしやすいらしく、憑依して語るスピリットの大半が自分がいわゆる死者であって、一時的に地上の人間の体に宿っていることに気がつかない。理知的判断力の鋭いスピリットの場合だと、自分だと思っている今の霊媒の体の特徴や手足、衣服などの違いを指摘すると、事情が尋常でないことに気づいてくれる。特に男性である場合は、その違いが歴然としているので、なおさらである。今あなたが使用しておられる体は、私の妻のものです。と言われると大抵、わしはあんたの奥さんなんかじゃない。と言い返し、特進してもらうまでには、随分多くの説明を要するが、とにもかくにも、なんとか分かってくれる。これに対して、あくまでも頑固な、猜疑心の塊のようなスピリットがいるもので、自分が死んで肉体を失っていることを絶対に認めようとしない。理知的に判断しようという気持ちがなく、たとえ鏡を持ってきて映して見せても、催眠術をかけているんだろうと言って、事情が変化していることを認めようとしない。あまりの頑固さに、結局はマーシーバンドに連れ出してもらって、後をお任せすることになる。精神異常の原因となっている憑依霊を患者から霊媒、ウィックランド夫人に移すには、静電気を患者に流す方法が効果的である。患者は必ずしもその場にいるとは限らないが、大抵は同席している。静電気は人体には害はないが、憑依しているスピリットには耐えきれなくて、通電しているうちについにその体から離れる。そこで待機していた霊団が誘導して霊媒へ乗り移らせる。これでそのスピリットとの直接の対話ができることになり、私が現実の真相を語って聞かせ、向上の可能性を教えてあげる。それが納得できた段階で、霊媒から離れてマーシーバンドの手に預けられ、霊媒は正常に服する。同じ効果は心霊サークルによる思念集中法。サークルのメンバーが演座を作って精神を統一して霊的な磁場をこしらえるによっても得られる。患者は別の場所、往々にして遠く離れた病院などにいて、そこでマーシーバンドが憑依霊を連れ出して、そのサークルのところへ連れてきて霊媒に乗り移らせる。このやり方ではスピリットは追い出されたと言って文句を言うことが多いが、それでも自分がスピリットになっていることに気づかず、まだ地上の人間に憑依して障害の原因となっていることも知らないのである。しかし憑依霊の言動と患者の症状との間に類似性があること、そしてその憑依霊を除霊すると症状も除去されるという事実は、そのスピリットこそ精神病の原因であったことを明快に証明するものである。多くの場合、スピリットの身元も一点の疑問の余地もないまでに立証されている。憑依霊を霊媒に乗り移らせた後、二度と患者に戻らないようにすると、患者は次第に回復へ向かう。ただ中には複数のスピリットが憑依しているケースがあり、その場合は一度に回復というわけにはいかない。読者の中には、マーシーバンドは憑依霊をいちいち霊媒へ乗り移らせないで、直接説得すればよいのではないかと思われる方もいるであろう。実はそうしたスピリットは霊的知識が欠けているので、一旦地上的条件下に置き、現在の自分の状態を認識させ、豊穣の意識を芽生えさせてからでないと、霊界側からの直接の接触が得られないのである。高齢界において無知なスピリットが霊媒に乗り移らされることによって霊的理解へ導かれていく現象は、研究者にとって大変興味深いことであるが、同時に暗黒界からその高齢の場へ連れてこられて、その様子を見学している大勢の無知な霊にとっても大きな勉強となる。モーリス・バーバネルを霊媒とし、ハイネン・スワッハーを司会とする英国の高齢会に約半世紀余りも出現していた古代霊シルバーバーチの話によると、
毎回5000名ばかりのスピリットが見学に来ていたという。シルバーバーチはサークルのメンバーにだけ語りかけていたのではなかったのである。中にはまるで精神病院のような状態になってまともな説得ができないスピリットが多い。これは地上時代の誤った宗教的信仰や固定観念、もろもろの迷信が災いしている。暴れ回り、暴言を吐くこともしばしばで、そんな時は霊媒の両手を握って抑え込むことが必要となる。また自分の置かれている事情に目覚めるとともに死んでいくような感じを抱くスピリットがいる。これは霊媒の体の支配を失いつつあることを意味している。さらには意識が朦朧として半分眠っているような状態になり、そっとしてくれないかと言い出す者もいて、この後に紹介する記録をお読みいただけばわかるように、時には激しい言葉で目を覚まさせることが必要となる。そうした記録の中でよく地下牢または土牢という言葉が出てくるが、これは手に負えないスピリットをマーシーバンドが捉え閉じ込めておく場所で、その後霊媒に乗り移らせると、今まで地下牢に入れられていたと文句を言う者がいる。これは高級霊になると、ある霊的法則を利用して牢に似た環境をこしらえることができるのである。出口が一つもない独房のような部屋で、頑固なスピリットはそこに閉じ込められて、どっちを向いても自分の醜い性格と過去の行為が映し出される。これは実際は心の目に映っているのであるが、本人は客観的に映っているように思い込む。その状態は悔い改めの情が湧き、新しい環境へ適応して向上したいと自ら思い始めるまで続けられる。私の妻の霊媒能力は無意識のトランス、日本でいう神がかりないし入信状態である。その間ずっと目を閉じ、睡眠中と同じく精神機能は停止状態に置かれている。したがって本人はその間の記憶はない。そうした体験に対して異常な反応を起こすこともない。常に理性的であり、頭脳は明晰で、性格は陽性である。この仕事に過去35年も携わってきて、一度も健康を害したことも、いかなる種類の異常を見せたこともない。それは一つには、マーシーバンドと名乗る高級霊団によって常時保護されているからであろう。この霊団は死と呼ばれているものが至って単純な移行現象に過ぎないこと。そしてまた、その死の後はどうなるかについて合理的に理解しておくことがいかに大切であるかを教えるために、この仕事を指導しているのである。我々のサークルはその死後の事情についての議論の余地のない信頼のおける証拠を直接入手することを目的としており、妻に憑依して語ってくれたスピリットの正確な事情を記録しておくために何百という霊障を速記によって書き留めたのである。